テキラドジョンです。というわけでね、今日もね、対戦からやっていきたいと思います。はい。というわけでね、終戦前1時間半というところで攻めが残ってるんですけど、残ってる3つの中から攻めていくんですが、早速ね、プランニング見ていきましょう。はい。というわけでね、今回もちょっとクイヒーやりたくなったので、クイヒーやっていこうかなと思います。結果ね、この前ちょっとクイヒーやって成功しちゃったというところと楽しかったっていうところで、久々にちょっとね、刺激が欲しいというところでクイヒーやっていこうかなと思ってます。まずはこちらの配置を攻めていくんですけど、クイヒーのルートはだいたいこの辺からウィーンと真ん中に入っていくようなルートで見ていますと。で、それをサポートするようなイメージで、ここら辺がね、横打ち超火力になってくるので、スケルトン2枚、アイゴレ、ジャイアント、キングでぶち抜きます。で、同時並行でね、ライドラとかを使って3時の方を削ってみたり、9時の方をね、ロイヤルチャンピオンで削ってリターンをしてみたりっていうことをします。そうすることで、9時を削ることで、ウォールブレーカーがね、内側についてくれるはずになるので、その場合、クイーンの方を真ん中に誘導しやすくなるよね、みたいな感じになりますと。で、残ってるゾーンが、ちょっとね、今回、短めにパッといきたいので、こんな感じになってくるんですけど、ここをどうやって取ろうみたいな感じ。下側はクイヒが落とす予定。なので、手前の方をウォーデントームで、ウォーデントームバルーンで潰しつつ、奥を突撃艦で見ていきたい。タウンホールに関しても、突撃艦スーパーイエティとイエティ両方入れる形で入れていければなと思いまして、あとはレイジの数ちょっとだけ確認してないんで確認しますか。タウンホールに打ちたいんだよね、1枚。で、クイヒーパートできつくなりそうなところに1枚置くんだけど、この辺とかになってくるかな。手前キングがしっかりタゲ取れて潰せてれば問題ない感じになってくるので、1枚は様子を見て余裕を持ちたいっていうのが僕のクイヒーのあれなので、この辺で使うことにね、回せるんだったらめっちゃ強いかなって感じですかね。これは一旦なしで。クイヒーに使うか、このラバルパートに使えるか、みたいな感じ。おおよそこういうイメージで見てますよと。で、細かいところ詰めてった時に、なんだかんだ、9時はね、クイヒーがここ通る時よりも早めに来てないと壊しきれてるのが理想。かつちょっと、そんなちょっと邪魔になんないような気がしてるんですけど、なので、実はこれライドラとロイヤルチャンピオンから一瞬早めに始めつつ、クイヒーキングって展開して、回収したロイちゃんの使い道をキングと一緒にロイヤルチャンピオンまでここ追加しちゃうのもちょっとありかなって思ってます。キングだけの火力じゃちょっと足りなかったり、援軍がね、スパカゴとかも出てくるので、火力的な問題ともあったり、ロイヤルチャンピオンの余力がね、真ん中の方までワンチャン貫いてくれるみたいなこともあるので、ロイヤルチャンピオンをこっちに使うかどうかの判断で、ギリいらな気味な気もしてるんだよな。で、キングだけでいけんならキングだけでいきたいけどって感じなので、ちょっとこの辺で進行状況すべて見つつやりたいかなと思います。時間もちょっとね、気になってくるからね。で、バルーンは全部出さないで、ここのね、アーチャーターンの回収にはしっかり残しておきつつ、ここの迫撃砲がね、ライドラチェインで壊せるならそれでいいんだけど、壊せんなら早めに壊したいので、ラバルルートの邪魔なんでね。残った先にここ崩すぐらい、手かけなくていいか。チェインがちょっとだけ入って残るぐらいなら、ガーゴイル追加で OK っていうような感じかな。簡単に説明するとこんな感じで、早速1本目攻めていきますか。いきまーす。クイちゃんライドラから入って、インビジブル打ててる？ OK 打ててる。いや、ちょっとすげえとこにテスラあんじゃん。クイちゃん打てた。1枚、ジャイアント、オールブレーカー、キング、アイゴレ、ベビドラ。ここで回収する。1枚追加する。やっぱこれロイちゃん足したいね。ロイちゃん足しましょう。ストライカー入れて、フォーミングチェック、オールブレーカー左も開けて、ガーゴイル追加、ライドラが頑張ってるけど、なんかすごい勢いでそれてる。パガゴがタゲ取れてない。キングがここ穴開けすることで内側誘導する。ロイヤルチャンピオンであそこ大丈夫そう。じゃあアーチャー回収入れて、ゴブリンも追加して、ここはちょっとフォーミングチェック入れときたいかな。結果ここやっぱレイジ必要になりましたねと。ロイヤルチャンピオンとあれはそこ捕まっちゃうのはしょうがない。自分はもう使えないので一旦 OK。くじ側切れてるのとフォーミングチェック綺麗に入る。ウォールブレーカー、はい、内側入りました。じゃあラバルパートスタートできるかな。対空砲折れたんだ、そこ。
こうだね。危ねえ。ここトームで入れて、シングル次はクイーン。打たれる前にここトーム打つ。レイジ真ん中。クイーンにもレイジ置こう、これは。オッケー。あとはバルーンのゴリ押し。いけそうか。カゴ足して、相手のヒーロー処理できてる。龍炎砲反対から攻めて。オッケー、いけてるね。オッケーオッケー。いやー、悪くなかったんじゃない今の。これ強いな。というわけでちょっとリプレイ見てきますか。割と良かったようには見えたんだけど、ライドラすげえ動きしてたな。クジライ、なるほど、そんなとこにテスラなんだ。必勝権なのに。このテスラとかも俺気づかんかった。すんげえとかね。で、クジライドラとクイーンを同時並行でやりつつ、そうなんだよな。ここライドラチェインでこの辺一掃できると思ったんだけど、ダイクプラスでちょっと流れてたんだね。で、ロイヤルチャンピオンは放置してしっかり確認しつつ、あれ俺、ウォールブレイカー2枚出してる、ここ。2枚なんか、タタンって出ちゃったんだね。ウォールブレイカー2枚走ってた。それ気づかなかったな。で、ちょっとロイちゃん足さないとキングだけじゃ厳しそうかなっていうのをね、攻める前からちょっと、やってみないとわかんないなと思いつつも、やってみた結果、やっぱちょっと足したい感じを。まあ、足した方が確実って感じかな。まあ、結果足して確実だったね。ロイちゃんなくても、まあ、ある程度の破壊はできてそうだけど、相手のスパーカゴがやっぱ援軍でちょっと逃げてたところと、ね、ここのカットもガーゴイル良かった。トルネードちょっと嫌なとこあったね。ロイちゃん結構、ホグ込みで伸びそうだったんだけど、この対空砲がロイちゃんから出たホグのおかげで突破ができて、フルブレイカー。今回ちょっとね、フリーズ系の呪文が一切なかったんで、そこが渋くなっちゃったな。なので、ちょっとここ一応フリーズは打ったもののだよね。で、いってらっしゃい、トーム。で、次のタウンホールが攻撃飛ばないように能力解放でタゲをぶらしつつ、シングル IT を突破してもらいつつ、反対サイドはイエティたちでシングル IT のタゲを取ってもらう。いや、割と完璧じゃないか、これ。へえ。結構完璧な類だな。うん。プレイングの方は。プランニングがちょっと甘いところもしかしたらあったかもな。そんなに大きく変なことはしてない気がする。オッケーオッケー。じゃあ2本目プランニングします。はい、というわけでね、ちょっと作ってみたんですけど、結構難しそうでね、いやー、ちょっと大変そうな気がしてきたんだよな。書いてみたら。ちょっと枠も足りてるかわかんないので、後で確認します。まず、クイヒーに関してなんですけど、12時からタウンホール狙うような形で入ります。こういうルートですね。ほんで、サポートにロイヤルチャンピオン使います。ロイヤルチャンピオンで右側のここをね、削っていただきつつ、リターン型で、裏からウッドランチャータウンホールまでの道を作ります。こいつのインビジブルターンの解除だったり、中身にアイゴレットスーパーイエティ入れようとかなと思ってるので、まあ、この辺のね、単体系の施設にも刺さればいいなとか、エアスイーパーをね、潰してくれたりとか、まあ、そういう目的もあります。若干膨らんでこういう流れでクイヒーが一気に狂ってね、回るはずです。結構レイジの枚数がシビアになってくるような気がしています。で、気をつけなきゃいけないのが援軍の当たり方なんだけど、ロイちゃんの方で援軍釣りたくないので、クイーンの方にね、最初の方に、ジャイアントとかを使って、援軍スパカゴが入ってるんですけど、ジャイアントの方でスパカゴの攻撃を吸いつつポイズンを置いて、ロイヤルチャンピオンはね、そのクイーンたちがターゲットを取ってる間に仕事をしてもらうような形で出していければなと思っているような状況ですと。で、火力も高いのでスケルトンの補助をしつつ、で、回収したロイヤルチャンピオンは後にくじにしようかなと思ってんだけど、結構未だにこれ答え出ないって感じかな。で、ガーゴイルをね、3時のこの工房のところに折っておくと、ライドラのチェーンがこれインビジブルターンの解除できるような気がしてるんで、ちょっとライドラのチェーンでインブの解除を見に行くかなっていうのを後に考えていますと。ちょっといろいろ考えたんだけど、ライドラにしようかなって形になりました。で、解除ができたらアナーキキングで3時側を潰していただくような形ですと。で、残ったところがね、結構今回難しくて、ちょっと大変そうなんですよね。大雑把に、こういうイメージで残ってる。タウンホールはもうクイーンが頑張って生き残った前提。で、プラスアルファ、ここもね、クイーンが頑張ってくれれば取れるんだけど、相手のヒーロー、ウォーデンっていうのも結構、こうなると厄介だね、クイヒーからすると。射程が長くて、クイーン側から気づけないけど殴られるみたいなのが発生するので、ここちょっと嫌だね。うん。
まあ、キングの方も同じような、こっちに来るかこっちに来るかわかんないんだけど、タイミングが結構重要かなと思いました。で、残った下側を、まあ今んとこ9時ロイちゃんで考えてるんだけど、実際攻めてみて状況変わったら変えるかなって感じ。で、下からラバル開始して、もう初手トームぶっ放しつつ、レイジでここ2手に分かれるような形を、もう初手レイジ込みで、で、ラバにはトームかけて、この対空をひたすらロックしてもらうような形で考えていると。で、右な余裕があったらこっちにもラバイチ積みたいけど、ライドラも採用しちゃってるんで、ちょっと余裕なさそうなんで、後で枠数確認してここは決めます。はい。まあ、大まかなプランこんな感じですかね。ロイヤルチャンピオンを下に回して、ウォーデントーム、左サイドラバル、右サイドロイちゃん、バルーンで見てるっていうのもありかもしんないんだけど、そうなるとくじが残っちゃうんでね。とにかくね、この龍炎砲が下側向いてるのがガチでだるくて、何がいいかな、残り。クロスボウも全部上向いてるんで、ロケバルとかも別に刺さるわけでもないしって感じなんで、下側の攻略が結構しんどそうなんですよね。じゃあ、ライトラで3時の解除をして、3時ラバル繰り出して、キングロイちゃんした。そっちの方が強いかな、ワンチャン。こっちの方がワンチャン強いか？いや、でもトームがちょっと微妙なんだよな、そうなると。この辺でトーム打つことになって、キングロイちゃんここから差し込んで、こいつの竹がこっち側に向いていく。キングロイちゃん内側竹取って。若干そっちの方が強い気もしてきたな。そうするとスケルトンの呪文1枚で、ここ打ちたくてスケを。キングロイヤルチャンピオン差し込み。穴開けキング入るから、ウェイクブーツでここ干渉できんのか。ちょっとそっちの方がワンチャン強い可能性もあるか。トームが絶対6時トームの方がバリューはでかいんだけど、ラバルパートのしんどさ考えたときに、3時側の方が簡単か。キングロイちゃん有力で9時が伸びてくる。ありかもしんない。そうするとこのインビジブル9時に採用予定だったけど、これをなくすことができるか。こうやってプランは決まっていくんですよね。そうだね。じゃあ、ラバルをこっちに持ってって、この辺消しまして、レイジも一旦消しまして、キングクイーン、キングロイヤルチャンピオンがこっちに来るでしょ？難しいね。こういうようなことを考えて攻めてると。そうするとちょっと外周部のサイドカットみたいなところはね、この辺の、カットはね、なんで動くのかな？いけるはずなの。この辺を、サイドカットでできるようになってれば OK で、キングロイちゃんで下が大きく削ってクイックブーツ穴開き入るから、で、ラバルがやってくるのとゴールで、そうすると、龍炎砲を若干、さっきのラバルパートもろに食らうよりはマシか。ちょっとこっちの方向性で考えましょう。ちょっと編成実際に組んでみようかなと思います。はい、組みました。ちょっと呪文の枚数いじって、インビジブルとフリーズを増やして、レイジの枚数を少なくしました。食い火をちょっと、呪文の枚数、サポート入れたいなって感じでしたね。さっきの1本目でちょっとレイジが余ってフリーズとか、その辺の呪文が足りなくなった部分と、ロイヤルチャンピオンパートのちょっと負担が多いかなっていうところと、で、ちょっと、見習いウォーデン追加しようかなと思います。これ、食い火にですね、結構火力の高いところ入りそうなので、食い火をサポートするような形を取ってみようかなと。これはテストに近いような感じ。で、ホーミングチェックにロケバル1体、ちょっと間違えてロケバル回収、作っちゃったんで、解放しちゃったんで、使わないのがもったいないんで、ロケバルをホーミングチェック用に使おうかなと思います。結構やりづらいと思うんで、回収もね。で、細かいところはアーチャーカットとか入れて、詳しくは攻めながら見ていきましょう。今回はライドラーを初手にやる必要がなくて、ジャイアントで、援軍のタゲを取りつつ、アーチャーとガーゴイルは避きたいって感じだね。はい。ちょっと大変そうだな、これ。ジャイからのクイーン。で、ポイズン受けてない。で、VL チャンピオン追加。大丈夫そうだね。ここも大丈夫そう。回収できた。でちょっと足りないからここウィザードで追加しちゃおう。で、ロキバル追加して、
で、1か5追加。目を離していいタイミングなので、ここは大丈夫。思ったよりいけてる。あ、いいね。はい、ちょっと膨らんじゃうのやだな。ライドラ追加して、インビジブルタ、オッケー、解除できそう。いいですね。インビジ、あ、いや、クイーン入ろう。クイーンこれで入って、1234、1234。バルーンあ、見習いオーデン通過するの忘れてた。ここインビジブルから入ろう。で、1、ここトーム打って、こっちに追加しようじゃあ。追加、シングルタゲ入ってるから、忙しいな、やっぱこれ。で、外周ベビ解除。シングルはフリーズ固めよう。で、やっぱ中央突破ができた。そうなっちゃうか。オーデン死亡。でもそこは大丈夫。カゴ回収入れて。アーチャー追加。やっぱ思ったもう通りには動かすのは難しかったな。そんなとこにあんだと俺ね。キングをギリギリまで溜めて穴開けさせて、裏側はこれで回収できる。キングちょっと。これで穴開け。オッケー。たどり着いて。危ねえ。バルーンパートがちょっと具だったな。やっぱちょっと溶けちゃうな。ちょっとまあ。まあ、前回取れたんで一旦よしとリプレイ振り返っていきましょう。まあ、ちょっと難しいプランだったなーっていうのと、やっぱラバルパートが難しいな。対空砲の距離が遠いとね。まあ、ライドラのチェイン解除とか、悪くはなかったんだけど。まあ、前回取れてるからいっか。オッケー。ジャイアントでスパカゴの竹だけ取って、この隙に一旦処理をします。次のジャイアントも出して、ここら辺ちょっとほら、オールブレーカープラスで竹取ってもらってんだよね。これによってスパカゴがね、実質無効化できてるんだよね。ポイズンとスパカゴで。ポイズンとジャイアントでスパカゴをずーっと空撮して、ポイズンもいい位置打ってたね。リクスケにもかかってるよ、全部。で、ターゲット入らないのでランチャーがこのタイミングで追加。ロイちゃん強い。インビジブターも解除。ここで回収しつつ、そうね、いいね、ランチャーの方でオールブレーカーもできたし、いいね、バルーンとロケバルのおかげで罠解除もできました。で、相手のヒーローも被って処理ができまして、で、下がアーチャーでちょっとキングのための道を作って、ウィザードちょっと出しちゃったんだよな、緊急性感じて。で全然緊急性いらなかった、これ。インビジブターの解除ができたからラバルしようと思ったらシングル IT 捕まってんじゃんってところでちょっとそっちのが大事だからちょっと手止めてレイジ置く。本当はね、ラバルとライドラが同時並行で進めればよかったんだけど、ちょっとこのシングル IT によって手を止められちゃったね。やばいかもっていうところで。まあ、ラバタゲからのバルーン、ホーミング赤枠がそんなにあったのか。ちょっとトラップそんなに食らってたのね。まあ、それはしんどいと。で、見習いウォーデンこっちに追加、シングル IT かけて、ロイちゃんかけて、まあ、見習いウォーデンついてることで、まあ、キング、ロイちゃんパートはまあ、それなりには伸びるでしょうと。で、フリーズかけて、まあ、やっぱこの辺、レイジじゃなくて、こういう細かい竹取り系の呪文を採用したことは結構良かったっぽいね、やっぱ。呪文選択大事。で、あとは、キングロイちゃん。やっぱこっちのパートに変えてよかったね、キングロイちゃんパート。どっちにしろ9時が終点っていうのは分かってたんで、まあ、伸びで余力を見たときに、まあ3時オーデントームで止まっちゃうのが弱いなとは言ってたと思うんですけど、その通り弱かったけど、残りが強いのでね。いやー、前回取れたね。なるほど。見習いオーデン食い火そんなにいらなかったか、これ。まあ、OK でしょ。はい、というわけでね、今日は食い火やっていきました。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。食い火やっぱ楽しいっすね。多分これね、前回取れないとね、またつまんねえとか言ってると思うんですけど、そういうもんなんで人間というものは。
取れてるうちは楽しいと。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。